最低ゴワーズ、こんにちは。皆さんはトラウマボンドという言葉をご存知ですか？共有することで絆が深まるトラウマのことと思っていらっしゃるかもしれませんね。しかし実はトラウマボンドは有害で虐待的な関係から抜け出せなくなる原因なのです。トラウマボンドとは虐待者に感じる深い愛着のことで、過去に虐待や搾取、感情的な共依存の経験がある人ほど発症しやすいと言われています。トラウマボンドは他人に対する愛情と間違われやすいのです。今回はトラウマボンドになり得るいくつかのサインを一緒に見ていきましょう。その1、相手のルックスがあなたにとって魅力的であること。もちろん、誰も自分に対して虐待的な行為をする人との関係を自分から選ぶことはないでしょう。有害な関係は最初からそうであったわけではなく、おかしいと気づき始めるのは通常虐待を経験した後です。特に付き合い始めの頃は、ルックスが良くて優しくて思いやりがあって信頼できそうな人だと思いがちです。しかしすぐに信用して騙されてはいけません。その裏にもっと不吉なことが潜んでいるかもしれないからです。その2、相手が感情的に予測不可能であること。なんでみんな危ない人だって分かってても、その人から離れないんだろう、と考えたことがあるかもしれません。しかし困ったことに、他人に起こっているものではなく、自分自身のケースを発見する方がずっと難しいのです。というのも、虐待をする人は感情的に操作することもあるからです。あなたを虐待し、あなたを軽んじたかと思えば、優しさと謝罪を見せ、そして変わるからと約束する。これはあなたが彼らから離れることを考え直すようにするためです。その3、自分自身の問題をあなたにぶつけてくること。パートナー、友人、家族が問題に直面した時のことを思い返してみてください。彼らは普段どのように対応していますか？もしあなたは何も悪いことをしていないのに暴言を吐かれたり八つ当たりしてきたりするのであれば、その人はあなたを愛していないと言っていいでしょう。あなたのトラウマを利用し、あなたをコントロールして心理的に虐待をしているに過ぎないのです。あなたにはとても価値があると覚えていてくださいね。その4、周りから孤立させられていること。独り占めしたい人の周りの人たちに嫉妬する感情は可愛いと思う人もいるかもしれません。しかし誰かを愛するあまり、その人がいつもそばにいることを望むことと、その人の重要な人間関係から孤立させようと積極的に働きかけることは違います。その人は自分以外の人と一緒に過ごすと怒りますか？あなたが一緒にいる人たちをコントロールしようとしたり、彼らと距離を置くように求めたりしませんか？もしその答えがイエスなら、それは間違いなく危険信号です。その後、相手のひどい行動を受け流していること。では、トラウマボンドがあなたとあなたの行動にどのような影響を与えていくのか見ていきましょう。最も危うい行動は、相手のしたことをかばったり、最小限に見せようとしたりすることです。あ、大丈夫、そんなにひどくないよ。気にしてないから。などと言って。これは、相手が自分を虐待しているという現実に直面するのではなく、受け流す方がだいぶ楽だからです。その6、パートナーの話題で常に言い訳をしていること。パートナーのことで友人や家族から、そんなことされるなんておかしい、そのままにしちゃダメだよ、と言われたとき、あなたは言い訳をしたり、必死に相手をかばったりしていませんか？自分はやられて当然だから、と思っていたりしませんか？このように考え始めたら、あなたはすでにトラウマボンドの中にいます。これは愛のある関係ではないという決定的なサインです。その7、感情が麻痺していること。最近、自分の感情が薄れているように感じたりしませんか？無感覚になっているような。このように感じるのは、無意識のうちに相手からの虐待に対処するためにあなたの心がそうしているのかもしれません。これ以上の恐怖、怒り、心の痛みには耐えられないから、代わりに全ての感情から自分を閉ざしてしまっているのかもしれません。前までは活気にあふれ、おしゃべりで表現力豊かだったのに。その8、2人の最近のエピソードを他人に話さなくなったこと。最後に大切なサインをお伝えします。あなたが周囲の人に2人の最近のエピソードを隠すようになった場合、それは何かが間違っているということをあなた自身認識しているということなのです。2人の関係が悪化していることを積極的に隠そうとするのですから。
虐待をされているのに存在する忠誠心はトラウマボンドの特徴です。そのため、他の人が二人の関係に介入し、あなたを助けようとする試みに対して防衛的になってしまったり、怒りさえ覚えたりすることがあるのです。さて、共感するものはありましたか？もし、あなたやあなたの知り合いがトラウマボンドにとらわれていたら、声を上げて助けを求めてください。今すぐメンタルヘルスケアの専門家に相談し、助けてくれる人たちとコンタクトを取ってください。この動画は勉強になりましたか？コメント欄で教えてください。また、いいねとあなたの大切な人たちへのシェアもお願いします。チャンネル登録と通知ベルの設定も忘れずに。参考文献は概要欄の方に貼っています。ご視聴ありがとうございました。またね、サイトゥーゴアーズ。